こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回はレッドパックプロダクションというオランダの音源メーカーさんからインスタグラムの方で DM いただきまして BS ドラム RCS エッセンシャルという音源をご提供いただきましたので、そちらをレビューしていきたいと思います。それでは早速触っていきたいと思います。コンタクト音源ですので、コンタクトの方にこちらの RCS Essentials をロードしました。このような特徴的なインターフェースになっています。で、カーソルを合わせると、このように画像が出てきますので、MIDI の設定を行うタブだったりとか、ここはグルーブっていうのは多分 MIDI パターンデータがあるみたいですね。で、ドラムスはシェルでスネア、シンバルズという構成になっています。とりあえず今は何も前情報なしで触っているのですが、とりあえずちょっと鍵盤叩いてみましょうかね。はい、バスドラム、スネアでタムがあって、いわゆる GM 配列ですね。タムが上から下こうなっていて、ここから先の青いところはシンバルですね。こちらも、一般的な GM 配列に近いですね。ここはライドで、ここはカップ。で、自分が普段使っているトゥーントラックのスーペリアドラマなんかも、GM の配列に近いのがデフォルトとなっているので、この点は非常にポイント高いですね。そしてこの水色のところがハイハット、いろんなアーティキュレーションが入ってるみたいですね。そしてフラムだったり、クローズとリムショットなんかが入ってます。これもライドのいろんなパターンですね。ではまず軽く自分の曲をこの音源で鳴らしたらどうなるかっていうのをやってみましょう。この音源用に作ったミディではないので、ところどころ鳴らない音とかもあるかもしれません。まずはドラム単体で聴いてみましょう。はい、というような感じのサウンドになってます。細かい調整は全くしてないんですが、だいぶ作り込まれたサウンドですでに収録されてるみたいですね。スネアのリバーブなんかもだいぶデフォルト状態で聴いた状態で収録されてるみたいです。ではこの状態でバックトラック、ドラム以外の音も一緒に鳴らして聴いてみたいと思います。はい、という感じです。現段階では特にミックスとか調整はしてないのですが、オケに混ざってもそんなに遜色のないガッツのある音がしてますね。今ベロシティ127を基準としてるのでだいぶムチムチな感じに聞こえるのですが、特にタムなんかはこういうビチーンという音が強いので、もしかするとちょっとベロシティを下げてあげるといいかもしれないです。試しに今100前後にしてみました。こちらの方がタムらしいしっかり低音出て余韻もある音になったかなと思います。で、今ミキサーの画面を出してみました。こちらのミキサーというタブを開きまして、でこのような形でタムもそれぞれ個別のトラックに立ち上がってますし、シンバルもオーバーヘッドだけではなくライドチャイナスプラスとそれぞれ個別にトラックがあります。このタブをクリックしたら、個別のトラックのクローズ
マイクにアクセスできまして、ここでボトムの音とかを個別に調整できるようですね。試しにオンマイクトップを下げてボトムを上げてみました。ボトムマイクといってもこちらも音がすでに処理されているようですので、いわゆる生々しいバネのザラザラした感じというよりかは、このトラックだけでも割とアタックのある音になっているようです。そしてオーバーヘッドルームとありまして、こちらのキャラクタースクワッシュビーフっていうのはどういうことなんでしょうか。パラレルコンプ的なことなのかもしれないですね。ちょっと詳しく見ていきましょう。では一つずつトラック音聞いていきたいので、このアウトプットをここかな、これをちょっとそれぞれのアウトに立ち上げていきたいと思います。これはもしかするとプリセットみたいのがあるのかもしれないのですが、今ちょっと手作業でやってます。若干大変ですね。これトラック複数こう選んだりができないっぽいですね。これはこのソフトというかコンタクトにはよくあることなのですが、そしてどのチャンネルを選んだかがここに出てこないんで、ちゃんと選ばれているものと信じてやるしかないですね。これは1個ぐらい間違えてアウトを選んでしまいそうな気もします。ここはちょっとマイナスポイントというか、今後のアップデートとかに期待したいところですかね。はい、それではマルチアウトしてみたのですが、はい、これがオーバーヘッドの音っぽいです。だいぶあらかじめローカットがしてあるという感じですね。アナライザーも見てみましょうか。このような形で、自分も普段オーバーヘッドミックスする時はだいたい100より下とかはすっぱりカットしてしまうので、だいたい位置としてはずれてないかなと思います。で、ハイが、ブーストしてあってコンプかかったようなサウンドになっています。はい、続きましてルームのサウンドを聞いていきます。はい、このような形でだいぶ、デッドな部屋な感じですね。広いホールとかで叩いてるようなサウンドではなくて、反響の少ない小さな部屋でとったような音をしています。そして気になる、このキャラクター、この辺りを聞いていきましょう。ちょっと音量を上げます。はい、このような、コンプで潰してあるみたいな感じなんですかね。こちら多分スクワッシュとかも似たようなことだと思うんですが、そちらも聞いていきましょう。こっちの方がよくあるモノラルのちょっと歪みっぽくしたトラックに近い感じですね。ではビーフも聞いていきましょう。はい、だいぶ低音寄りのサウンドになってますね。はい、という感じが、収録された音になります。ここら辺の使い方とか使いこなせば結構いい感じにできるのかなとも思うんですが、いかんせんここのアウトが表示されないのが分かりにくいですね。間違ってこのトラックだけ違うチャンネルに送られたりとか、そういうことが起こり得るのかなっていうのと、あとはここでオーバーヘッドのマスターというかっていう感じを調節できるんですが、ちょっとルーティングが分かりにくい感じがしましたね。はい、ではその他のタブで、MIDI のところとか見ていきましょうかね。このような形で、これはアーティストの名前かな。MIDI を聞いてみましょうか。曲のテンポに合わせてくれてるようですね。で、これをドラッグするとこのように DAW にロードすることができると、こういったドラムのパターンがいろいろ入っているという感じですね。はい、続きましてはドラム、シェルとかを変えることができるのかな。まずビーターをウッド、フェルト、ウール、はい、というような感じですね。ここでドラムのシェルの種類を選べるみたいですね。メイプルとメイプルコットでマホガニー、
はい、今スネアが一緒だったのでちょっと分かりづらかったです。スネア変えてみましょう。アルミニウム、ブラス、スティール、もう一つスティール。はい、他はマホガニ。はい、そしてまたもう一つメイプル。で、メイプル。はい、という感じですね。こっちにもさらに3種類ありますね。オールラーチ、オールオリーブ、そしてオーク。はい、というような感じになっています。スネアに関しては10種類入っているということで結構幅は広そうですが、全部似たようなサウンドの方向性にはなっているかなと思います。続きましてシンバルですね。シンバルはスプラッシュの中からさらにちっちゃいのとか12インチ、そしてクラッシュも15インチ、16インチ、ハイハットは14インチが2つ。だいぶローがカットされている状態ですね。で、ライド2種類。で、クラッシュ。チャイナ。はい、という感じになっています。タムとバスドラは常にセットになっているようですね。はい、以上がレッドパックドラムスのドラム音源 DS ドラム RCS エッセンシャルズのレビューでした。こちらのウェブサイトで購入が可能です。177ユーロということになっております。コンタクトで起動できます。で、総括としましては、あらかじめ作られたミックスされた状態の音で収録されておりますので、このサウンドが気に入った方には非常に良いんじゃないかなと思いました。インターフェースの面ではもう少し改善があるといいかなと思っておりますので、今後のアップデートとかにも期待したいかなと思っております。はい、以上がレッドパックプロダクションさんのドラム音源のご紹介になります。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひともアクセスしてみてください。それではこの動画がいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。